こんにちは皆さん、マックスです。土です。私たちの社のへようこそ。それでは行きましょう。俺たちのジャパンへようこそ。日本人として生まれた私たちはこの国で暮らすのが日常になりすぎていて、海外から来た人にはどう映るのかがなかなかわからないもの。想像するのは難しいですが、せっかくならいい印象を持ってもらった方が嬉しいですよね。では実際のところどうなんでしょうか。今回ご紹介するお話は、避難のため日本に滞在しているウクライナ人 So she left Ukraine because of what's going on right now and now she's going to Japan. 女性による日本の評価と、それを見たアメリカ人女性のエピソードです。日本とは離れた全く違う国で暮らす彼女たちは、一体日本に対しどんな思いを抱えているのか。ぜひ最後まで見て真相を確かめてみてくださいね。私はアメリカ人のオリビア。海外旅行ですらお隣のカナダへしか行ったことがないくらい生粋のアメリカ人よ。私が暮らす場所は都会すぎず田舎すぎずで、暮らしやすくてすごく気に入っているの。だから海外移住なんて考えたこともなかったんだけど、少し前に SNS Me too in Canada. I used to live not in the countryside, not in the big city, but in the middle, in the suburbs. So で気になる動画を見かけてね。それをきっかけに海外で暮らすならどこがいいだろうなんて考えるようになった。かといってそんな大それたことなかなか叶えられそうにはないから、今日ここでみんなに聞いてほしいの。まず私が見た動画というのは、ウクライナから日本へ避難した女性へのインタビュー動画だった。ウクライナが今大変な状況なのは分かっているから、まずは同情の気持ちと、それから避難先で日本を選んだのにはなんとなく。So the American women choose Japan after seeing the Ukrainian women interview while being in Japan? Is that what they're saying? 納得した。アメリカからほとんど出たことのない私だから、もちろん日本へも行ったことがないんだけど、正直日本ってかなりいい噂しか聞かないのよね。日本という国自体については学校で勉強する知識くらいしかないんだけど、第二次世界大戦で大敗したのにもかかわらず、誠実に反省して100年も経たないうちに立派な先進国へと発展を遂げている。And to be honest, in North America, where I'm from, Japan is viewed very, very positively. And I think in Thailand too, right? I think it's 50-50 because as I remember, especially like older people, like in the some kind of Thai TV show, right? In the some scene they're gonna, kind of hate. They have like some kind of hate toward like Japanese soldier. A little bit, yeah. They still have some kind of, a big general, but just like particular person, not all of them in the military, just some of them. アメリカをはじめ海外からのサポートはありきなんだろうけど、それにしたってすごいと思う。その事実だけで日本人は真面目で熱心な人であるという証拠になると思うの。でも私が日本に対していい印象を持っている理由はそれだけじゃないのよ。私の周りには海外留学やワーキングホリデーなんかに行くアクティブな友人が多くてね。日本に滞在したり、日本人の知り合いがいる子がたくさんいる。そうやって実際の日本を知っている人たちはみんな口を揃えて、日本は本当にいいところよって言うのよね。友人の言葉ってテレビや新聞なんかで見るよりもずっと信頼性があるじゃない？ But to be fair, the media has a very positive view of Japan. Japan is one of the countries that is the most respected in the media, I think. In the Western country where I'm from, it's only positive thing about Japan. 私は実際に足を運んだことがないにもかかわらず、手放しで日本はいいところなんだろうなと思っていたってわけ。で、少し脱線しちゃったけど、
暮らしに困っていたウクライナ人女性が日本を選んだのは最善の選択だったんじゃないかなってまず思ったのよね。いえ、日本はいいところと聞いたことはあっても、具体的にどんなところが魅力なのかは聞いたことがなかった私。その女性も例外なく日本はいいところと発言していたんだけど、なぜいいと思ったのかというところに私はすごく興味があった。すると彼女の答えはこうだったわ。私が日本で一番衝撃を受けたのは人に対してかもしれないわ。いつでも親身になって助けてくれるのよ。例えば私はまだ日本語が満足に話せないんだけれど、日本人はいつも優しくしてくれる。日本人は英語が話せないと言うけれど、最近は話せる人も増えてきていて、いつも助けてくれるの。今までに何回も。この回答を聞いて、 But it's because of social media, right? Yeah. Every country in Japan is trying to be more open to the world, so they try to learn about other culture more. Before the internet, it was so different. True. You have no incentive in learning English, for example, but now a lot more people want to learn because they want to know about other culture, to listen to music from other countries. Yes. You know, that's why we want to learn Japanese, because we're reacting to Japanese music. So I'm sure it's the same for you too, right? 私は少し驚いた。私のイメージでは物騒じゃないから安心して暮らせるとか、食べ物が美味しいとか、そういう暮らしを快適にすることが理由だと思っていたから、まさか人々の国民性が外国人の気持ちにそこまで影響を与えるなんて意外だったの。でも思い返してみれば確かに私の友人は日本はいいところだけでなく日本人はいい人とも言っていたかもしれないわ。特にこのウクライナ人女性は母国で大変な思いをしただろうから、日本でこうして癒されることができて本当に良かったと思う。私が予想し I know that we don't hear about it, but it's not finished. It's still going on right now between Ukraine and Russia. It's not over, and it did not. The media just stopped talking about it, but it's still going on. And now it's January, February, so it's cold. True. It must be very difficult right now. Yeah. していたみたいに安全が保障されていて美味しい食べ物が食べられていたとしても、人に冷たくされてしまったら心は満たされないものね。そんな動画を見て日本のことを考えているうちに、私は以前インターネットで見たある記事のことを思い出した。それはアメリカ人記者による日本のいいところをいくつも紹介している記事。当時の私はやっぱり日本っていいところなんだなと流し見するだけだったけど、今になってその内容がすごく気になってきたの。Talk about it, but when I think of Japan, I think the temperature, because it seems that it's never like crazy hot, but it's never like Canada weather. Never below minus 20 or plus 20. It's like somewhere in the middle range. No, actually, I think I have heard a lot, especially when it's a hot season. People die because of that. During the hot season, Yeah, it's too hot? they also got like skin disease, something like that Yeah. in Japan. Okay. That why I think maybe like every time when you go, you're gonna see the Japanese with umbrella a Yeah? lot. Mm. Yeah, we don't have umbrella in Canada, but そして何とか探し当てて外国人が日本のいいと思う点をもっと具体的に知ることができた。例えばやっぱり無視できないのがとにかく安全であるということ。日本では小さな子供が一人で長い距離を歩いて登校したり鉄道に乗ったりするみたいなの。アメリカじゃとてもじゃないけど考え yeah, but they have a TV show like in Japan about the kid walking to school. And also, that would not work in the US and Canada because you can walk and see nobody for like 10 minutes. In Japan, there's a lot of people living in a small space, so when you walk, you're always gonna see someone. Nobody's gonna try to steal your kids because there's people around that can help. In Canada, you walk, nobody's around. So you're like alone walking. It's more dangerous because of that too. Also in countryside too, in Japan, because like me, right? I live in the countryside, but I go to school like in the village.
easy for me to walk, but then when I Yeah. grow up, I go to another like city, something like that. But we cannot walk. So I'm curious because I have heard like, for example, a friend that she been there. She said like a lot of people wanted to go to Japan like to work or like find lover, something like that. But they said beware. You're gonna need to walk a lot because they don't have like a lot of transportation, especially in the countryside, something So like when that. people just walk to school in the big city. Yeah, or maybe? like walk to work. Like you need to like be strong. Like your muscle gonna be very strong, something Yeah. like that. ない光景よ。子供は基本的にスクールバスか親と一緒に登校するし、車社会だっていうのもあるけど、鉄道に一人きりなんて危なくて考えられない。第一、鉄道が走っているような都会を子供が一人で歩いていたら事件。 The train system in Japan is very good compared to Canada and the US, and it's also good in Thailand. But in North America, it sucks. The に巻き込まれるんじゃないかって心配になってしまうわ。そうそう、それから前に日本へ留学していた友人が言っていたんだけど、日本人はフリーで席に座れるレストランなんかで自分の荷物を置いて場所取りをするみたい。これも本当に信じられない。自分の荷物から目を離すなんて泥棒にさあ盗んでくださいと言っているようなもの。アメリカじゃそんなことする人がいないからむしろ怪しすぎて取られないかもしれないわ。っていうのは冗談で。 Every time you love to do that too, actually. In Thailand, I love to put my stuff and go away. Because where I'm from in Canada, where I grew up, people are not stealing. I think it's really depending where you grew up in the country. There's part of the country that are also very safe in Canada and the US. It's just that Japan, it seems like it's everywhere you go, it's gonna be like nobody's gonna steal from you. But I'm really paranoid. Yeah. 私なら怖くて絶対にできない。でも日本ではそうやって放置しても盗まれる心配がないからみんなやっているのよね。とても不思議で羨ましい環境だと思ったわ。それから他に印象に残っているのはコンビニや飲食店の優秀さ。これは実際足を運んでいない私にはなかなか想像ができないんだけど、とにかく質が高いっていうのが日本を訪れた外国人の率直な気持ちみたい。まず品揃えはマーケットレベルで、食品以外にも衣類とか洗面用品とか生活に必要なものが大抵コンビニで揃ってしまうくらいなんだとか。しか This looked like Thailand. When you have 1 store, 2 store, 3 store, 5 store. In the last story, you have like a movie theater, you have some arcade, and the first floor at the bottom, you have like a food court, and then you have some clothing, and you have some electronic, and in Canada, it's only 1 floor, and it's much smaller. But in Thailand and Japan, it seems like you have も everything. 商品は欧米じゃ見たことがないくらい綺麗に陳列されていて、お客として買いに行くたびに気持ちがいいそうよ。そして店員さんも高いお金を出して泊まったホテルさながらに素晴らしい接客をしてくれるそうで、ちょっとここまで来ると私には想像しがたいわね。でもこれが本当なんだとしたら、日本人は普段から気軽に素晴らしいおもてなしを受けられるってこと。そりゃ日本人がみんな礼儀正しいと言われる国民性になるのもうなずけるわよね。そうそう、あとは飲食店のクオリティもすごいみたい。日本の食事といえば寿司とか天ぷらとか和食を想像するけど、意外にもアメリカっぽいステーキとかヨーロッパっぽいピザとか多国籍なお店が多いんだって。でも海外を真似て Wait, 作った料 actually, 理っ I've て never seen someone in Thailand cook like this in front of me. Well, recently I have seen them do it even Yeah? on street food. Yeah, Oh, okay. it's easy to like, especially with fish. It's easy to do it? Mm, Oh, okay. That's but why they you do need it? to have the skill too. Yeah. どうしても本場には劣るじゃない？それが日本だと違うらしいの。私が見た記事のアメリカ人記者はピザがものすごく美味しかったと言っていたし、私の友人はナンカレーが美味しかったって。日本人は米だけじゃなく小麦食品も愛しているっていうことかしら。
こういう料理が美味しいのはかなり意外だけど、これって海外料理へのリスペクトがあるからこそできることよね。ろくに本場の味を知らずに作っていて、そんなに美味しいものができるはずないもの。きっと本場の味をたくさん食べて何度も研究して、その上で素晴らしいものを作り上げているんだと思ったわ。だからきっとどこの国の人も感動するような仕上がりになるのね。とまあこんな感じでインターネット上の記事や友人の言葉を思い出し、私は日本の真の魅力を学ぶことができた。いろいろな魅力があったように思うけど、私気づいちゃったの。結局はどれも初めにウクライナ人女性が言った通りだったってこと。犯罪率が低く安心して暮らせるのも、コンビニや飲食店が充実しているのも Wait, is that 全 what 部 they call そ the cosplay? I think so, right? Right? Yeah. Like fake hair and everything? Yeah, and like look like animation. But they have like, I think they have convention like that in Japan that foreigner like to go and meet other foreigner and On other street, Japanese. right? Yeah, but even inside like anime convention or cosplay convention that they have every year in Japan, I think. ここに暮らしている日本人の国民性によって実現されているんだわ。だって全部人間が作って人間が守っているものなんだから。そういう意味では結局日本の一番優れた部分は人が素晴らしいという結果に収まりそうね。はじめにお話ししたウクライナ人女性は今も日本で生活しているのかしら。だとしたらこれからも危険に怯えることなく快適に生活してほしいわ。そして私はいつか日本に行ってこの目でその素晴らしさを見てみたい。今までアメリカ以外で生きていくことなんて考えたことがなかったけど、その結果によっては日本に暮らしてみたいなんて思っちゃう I かも always ね。 tell people, if you don't have family and children, or you can afford to try it and you work from the internet, you work from your computer, you have no, like, take the risk, you know. You can Yeah. always change your mind after. すぐにはいけないけど、近い将来そんな風に思えるほど素晴らしい魅力であふれた日本の地に降り立てることを She 心 got から influenced by the Ukrainian woman, but she's not there yet. Yeah. 楽しみにしているわ。やはり日本は世界最高の国だよ。彼女たちの発言を見て心からそう思った。どんな素晴らしい環境を作るのも結局は人間の心次第。それが備わっている日本に勝てる国なんてどこにもないのさ。私もいつか海外で暮らすなら日本がいいって思っているの。何より安心して子供を育てられるし、美味しいものがたくさんあるし、おまけに人も優しいなんて天国みたいね。ウクライナの人たちは母国で大変な目に遭っているから、日本みたいに安心して暮らせる場所に引っ越せて本当に良かったね。荷物を置いてどこかに行ってしまうなんて僕の The Canadian jersey. 国ではありえない行動だ。むしろ日本以外の国ではそうだろう。どれだけ平和な国なんだ。羨ましいよ。確かに日本人って普通に英語を話せる人は少ないけど、困っていたらみんな優しく対応してくれるよね。たとえそれが片言の英語でも、その気持ちが私たちを救ってくれる。へえ、日本についてあまり詳しくなかったけど、こんなに素晴らしい国なんだね。情勢が落ち着いたらぜひ行ってみたいと思ったよ。それまで変わらず素晴らしい国であり続けてほしいな。日本はいつだって僕たちを驚かせてくれるよな。きっと直接足を運んだらより一層衝撃を受けるんだろうな。そして母国に帰りたくなくなってしまうんだよ。小さい子供が一人で鉄道に乗るって何歳くらいなんだろう。それができる安全さももちろんすごいけど、日本人の子供って相当頭がいいんじゃない？前に日本旅行へ行った時、僕も実際に荷物を放置している日本人を見たよ。
僕はハラハラしながらこっそり見張っていたんだけど、彼らはほのぼのとした笑顔で帰ってきたよ。 I don't know where it is exactly. 日本人の良さは人間の素晴らしさって僕も本当にそう思うよ。あれほど思いやりにあふれていて、さらにマナーまでいい人種は他にいないと思う。日本で生まれ育っていると当たり前に思っているこの環境がどれだけ恵まれたことなのか、なかなか実感することができません。しかしこうして外国人からの声を聞いてみると、今一度自分の幸せをかみしめなければならないと気づきますね。安全であること、素晴らしい飲食店がたくさんあること、他にも清潔であるとか秩序があるとか、インターネット上で探してみるといろいろな褒め言葉を見ることができます。私たち一人一人ができることは、こうして人種に関係なく快適に暮らせるこの国をこれからも守っていくことです。こんな風に言うと大それたことに感じてしまうかもしれませんが、日常生活の小さな心がけを積み重ねることでそれは実現できるでしょう。皆さんはこの日本という国のどんなところが魅力だと思いますか？また外国人から直接褒められた経験のある方もぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいまし Hey, and now I want you guys to tell us in the comment what don't you like about your country, about Japan. I want to know the negative because honestly I don't hear about it much, but I'm sure there are something that you guys don't like. Please let us know in the comment below. Yeah, secrets. And そそれでは行きましょう。